愛のスープと恋のスープに続く第3弾は初恋のスープです。皆さんこんにちは。このチャンネルは普段のおかずスープに加え免疫力を上げて腸内環境を整えると言われる基本の愛のスープや、具材ごと食べるなら断然野菜の美味しさが際立つ恋のスープをご紹介させていただきました。今回は初恋のスープです。なんで初恋やねんと思われた方は、初恋のスープの技を使ってホットサラダとスープのほか煮物を超えたホクホクかぼちゃの一品もやっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。愛のスープは基本的には野菜 400g に水を1リットルでしたよね。こうした汁を飲むにはとってもいい方法だと思います。ただ愛のスープの作り方だとどうしても美味しさはスープの方に流れていますので、野菜が出がらし状態になっていて、野菜をもっと美味しく食べたいと思って考えたのが恋のスープです。そして恋のスープは野菜の美味しさは申し分ないのですが、水を加えない無水で作るので火加減が難しい、鍋底が焦げてしまったなどうまくいかなかった方もおられるかもしれません。先日東丸醤油創業家3代目の浅井さんから薄口醤油講座をしていただいた時に、野菜と薄口醤油はとっても相性がいい、塩分が少なくても美味しさを感じるとお聞きした時に、これ野菜スープに応用できないかと考えたのが今回の作り方です。野菜は美味しく、そして水を加えるので失敗もしにくいですよ。では作っていきましょう。使う野菜は愛のスープや恋のスープと同じようにキャベツ、玉ねぎ、人参、かぼちゃの4種類でもいいのですが、私のおすすめは彩りも考えてキャベツをブロッコリーに変えることです。分量は 400g から 500g で作ります。今は安くて美味しい国産のかぼちゃが出回っていますので、かぼちゃの割合を少し多めにすると味のバランスがいいと思います。そして少ない水で煮ていくので、玉ねぎと人参は千切りにします。鍋の中の水分がなくなったのにまだ野菜が硬いということが少ないです。恋のスープの時と同じように鍋に入れる順番はざっくりと、鍋の下の方には土から上にできる野菜を、鍋の上の方に来るものは土の中にできる野菜を入れていきます。今日はかぼちゃ、玉ねぎ、人参の順に入れていきますね。ブロッコリーは緑鮮やかに仕上げたいので、途中で人参の上に乗せていきます。そしてここからが初恋のスープの作り方です。水を 100ml 用意し、その中へ薄口醤油を小さじ2入れます。これを鍋の中に回しかけます。淡い色の醤油で作る恋のスープ、つまり淡い恋のスープで初恋のスープなのです。中火にかけます。湯気が上がってきたら蓋をきっちりして弱火にします。蓋に蒸気穴が開いているもの、土鍋などには必ず開いているんですが、そういう時にはアルミホイルを詰めて塞いでいます。初恋のスープは加えた水と野菜から出た水分で煮ていきますので、この蒸気がとっても大切です。無駄にしないでくださいね。急いでいるからといって火を強めてしまっても逆効果で蒸気が蓋から漏れてうまく火が通らないので気をつけてくださいね。弱火にしてから10分ほど経てばブロッコリーを加えます。引き続き弱火で8分から10分ほどすれば出来上がりです。8分経ちました。ブロッコリーも彩りよく仕上がりましたよね。火を止めたらひと混ぜして味を全体になじませてください。色とりどりの野菜を食生活に取り入れるには恋のスープ、初恋のスープが最適です。とても食卓が豊かになります。ホット野菜として食べたり、いろんなメニューにアレンジしたり、そしてスープがやっぱり一品欲しいと思えば
水やだしを加えてスープにすればいいのです。この初恋のスープの素は薄口醤油の淡い色だけではなく、淡い風味が隠し味になっていて、野菜がとても美味しく仕上がります。水を加えるだけのスープも飽きが来なくて、私が母に作ると美味しいね、いい味してるねと必ず言ってくれるので、初恋のスープは我が家の定番になっています。初恋のスープの作り方はそのものの味を生かした野菜料理にも向いています。かぼちゃ 400g に同じように水 100ml、 薄口醤油小さじ2で煮ます。すると蒸し野菜とも煮物とも違った初恋かぼちゃができます。塩分や糖分を控えたい方にはぴったりですし、グラタンやチーズ焼き、かぼちゃサラダにアレンジしていただくのもとても重宝します。ナスの場合はさっと皮目を焼いて、同じ分量で煮ていきます。かぼちゃより水分が多いので弱火にしてから10分ほどで煮えます。鰹節をふりかけ、ポン酢などをかけていただくのもいいですよ。初恋のスープは野菜 400g から 500g に水 100ml、 薄口醤油小さじ2です。いろんな野菜で皆さん試してみてください。恋のスープも初恋のスープも弱火で煮るので煮崩れしにくく、鍋の中は蒸気で満たされ軽い密閉状態です。すると酸化が起きにくく、ビタミンも壊れにくいと言われています。何より少量の調味料で野菜の旨味が引き出せるところがとてもいいところですよ。次回の動画は根菜で初恋のスープを作ります。そしてその半分は筑前煮風にアレンジしてみます。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てるなら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。